あ、はい。え何をやってんの？鼻の上に乗せてた今。何もう一回やって、しろにさん。はい、せーの。いいですか？いけ。食べれてない。チーズの次にレモン。これなんか高いみかんだよって言われて、高いみかんだと。それでもう私みかん大好きだからすごいもう喜んで切ってもう酸っぱすぎて、酸っぱいよね。なんだこれは騙されたっていう思い出もあったり。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。お願いしはい、よろしくお願いします。しょうこちゃんは今日もそのイカハットでね、はい、よろしくお願いします。今回の企画はこちら、80年代、90年代の食文化を語ろう。前回ですね、ゆうさんには中国のぬるいビールというですね、今じゃ考えられない昔の常識をですね、語ってもらいましたが、今回もですね、皆さんの記憶に残る食文化を語ってもらいたいと思います。まずはね、しょうこちゃんからいきましょうか。あなたの80年代、90年代の食文化の思い出教えてください。子供の頃の話でね、一応だから魚とかもう全然わかんないっていう時期なんですけど、バブルテープガムっていうCM でやってたんですけど、その外国のお菓子でガムがぐるぐる巻かれた状態でケースに入ってるガムがあったんですよ。こういう何？ピーってこれ食べたい分だけ口で出して食べるの？口で噛んでもいいし、手で切ってもいいしっていう感じですね。でね、これがね、その子供だからうまく食べれなくて、ベッタベタになるんですよ。容器みたいなのにね。容器もベッタベタになるし、よだれがそのうまいことそのガムとかにくっついてったら、なんか最後もうガム自体もべちょべちょになってみたいな。もう一回だだこねて買ってもらったけど、すっごい怒られて、こんなに食べるのお母さんにすっごい怒られたのだけ覚えてる。すっごい怒られるんだ。しょうこちゃんのね、親に怒られたで思い出したけど、俺なんか子供の頃ってやっぱコーラ飲むと骨が溶けるからコーラ飲むなってよく言われてたの。そういうのゆうさんとかなかったですか？コーラとかも当時はそうですね。ぬるいビールと同じで、ぬるいコーラも当時。いやー、やっぱそうなるんだ。昔はね、今は違うよ。体に悪いから。冷たいとね。体が冷たくなっちゃう。それはそう。だから、シドニーさんとかさ、やっぱ別にコーラ大量に飲んでなんか飲みすぎは良くないよとかそういうことにはなったりはしないよね。むしろコーラは水ぐらいな感覚？No, 私の時、子供の時、すごく貧乏ですよ。自分の飲み物を作る。例えば、クーレイド、ピッチャーでパウダー入れて、シュガーも、ワンカップシュガーも入れて、水入れて回せて。はい。なんかかなり科学的な感じがするね。色がすごいね。これは飲みたくない感じするな。すごいね、これ。美味しい。美味しいの。クールエイドすごいな、これ。すごい、さすがアメリカって感じの。これピッチャーに入ってんの嫌だな。並んでるやつとかある。これ、いまだに売ってるってことじゃあ。売ってるスーパーで。売ってる。そうなんだ。はい、わかりました。続いて、ゆうさん、何か80年代、90年代の食文化の思い出ありますか？2つあります。1つは、80年代の本当に初めの頃に、
まだ小学校行くか行かないかぐらいの年にね、人生で初めてレモン、それからチーズ、それから鮭とイクラ、この3種類の食べ物を1年で食べました。父親が内科の医者で、当時がですね、患者さんが治ると、中国人ってすごい感謝の気持ちをこう何かプレゼントしたいんですよ。だからモンゴル族患者さんで、そしたら初めてチーズをいっぱいくれたんですね。彼らが自家製のチーズ。チーズっていうのは私たちその80年代で正直聞いたこともない、もちろん見たこともない初なんですよ。で、自家製でこれね、すごく子供の体にいいから、毎日かじってねって言われて、渡されたのがもうレンガ状に固められたチーズがあったんですよ。そんなのがあんの？でも食べ方わからない。そのままかじったら硬くて、何これもすごいもったいないことをしました。もう最後はカビ生えるまで食べなかったので。そうでもさ、羊とかいたらさ、お乳とか出るから、それでなんかチーズっぽいものを作ろうっていう発想がありそうだけど。あれは少数民族の遊牧民族たちがやってることであって、私たち内陸の漢民族の人っていうのは、普段全く縁がないんですよね。なるほど。そうなんだ。チーズの次にレモン。これなんか高いみかんだよって言われて。高いみかんだと。それでもう私みかん大好きだから、すごいもう喜んで切ってもう酸っぱすぎて。酸っぱいよね。なんだこれは騙されたっていう思い出もあったり。あとは、これがね、中国の東北地方にある、漁をたくさんやる少数民族の患者さんが、彼らが取ってきたこんな1メートル超えるような鮭、そのお腹の中にイクラいっぱいで、でも初めて見るあんなでかい魚と、あんなでかい魚と。そう。だけどね、食べ方やっぱり母親はもう、中華っぽい調理法しか知らないから、鮭の方はいいんですよ。なるほど。だけどね、イクラを加熱すると、硬くなって、魚卵大好きなんだけど、この魚卵はなんでこんなにまずいっていうのがね、ちょっとありましたね。聞くだけでもったいない話だね。そう。だからね、90年代に入ってから、だんだんチーズの食べ方も、レモンの使い方も分かるようになってきて、あの時は知ってればこんなね、もったいないことしないで済んだのにとか。なるほど。そう。で、日本に来てから、とにかくイクラがもう大好きで、生で食べるとこんなにもこんな美味しいのかって。そう。これが1個目のね、思い出で。で、2個目は、実はこれは80年代の時から、今でも続く紛争なんですよ。怖い。中国でね、季節の食べ物ってあるんですよね。一つが日本でいう端午の節句。これは5月5日じゃないですか。5月5日。で、中国では旧暦を使うので、6月ぐらいです。6月前後なんですよね。このあたりでみんなちまきを食べるんですよ。なるほど。日本でいう中華ちまきって多分皆さんイメージしているのが中にお肉が入ってるものだと思うんですよね。実はこれは地域によって甘い派と、しょっぱい派って分かれてるんですよ。私の住んでいる北の地方ではもう全部甘い方なんですよね。甘い？あんこが入ったり、そう、これですね。美味しそうだけど。これがね、あんこが入ったり、あと夏目をですね、蜂蜜漬けにしたり、ちょっと甘くしたものをね、具材として入れたりします。さらに具なしバージョンもあって、でも、黒蜜をかけたりとか、こんな感じですね。はい、これをもう全部甘い。だから私の子供の時の
記憶っていうのは、ちまきイコール甘いものっていうイメージ。だけどね、実はもう昔から南の方では肉バージョンなんですよね。で、さらに、例えば福建省とか、いろんなその南の地方によってはまた卵の黄身が入ったり、椎茸が入ったり、落花生が入ったり、まあ、とにかく具沢山、海鮮がたくさん取れるところだったら、それこそね、貝柱とかね、美味しそそういったものをね、入れるバージョンもあるんですよね。だからね、私、90年代で初めてもう社会人になって、初めて出張で、上海で、この肉ちまきを食べたときね、もう本当に涙が出るぐらい、世の中にこんなうまいものあった。あ、ほんと。金の親しんだ味じゃなくて、そっちの方が美味しかったんだ。っていうか、小さい頃から甘いちまきが好きじゃなかったんですよ。あ、そういうことか。そうやらながら食べてて。だからね、今でもこの時期になると、あなたはどっち派ってこう絶対ね、ネット上で。なるほど、昔ながらの定番論争なんだ。シドニーさんとかさ、まあ、実家カリフォルニアでしょ？で、住んでるのはさ、今東海岸だったりするとさ、さんはどっち派なの？東の人、西派、どっち派？こっち、DC。東？はい。ニューヨークスタイルとかそっちがシドニーさんらしいので言うとそっちなの。じゃあ、ちょっとね、シドニーさん、80年代、90年代の食文化の思い出なんかありますか？たくさんありますよ。何教えて。電池レンジのポップコーン。ほう。はい。何をやってんの？鼻の上に乗せてた今。何もう一回やって、シロニーさん。はい、せーの。いいですか？はい。いけ。食べれてない。それは流行った。それも含めて。なるほど、それが思い出なの。はい。いいですか？いいよ。頑張れ。楽しそう。子供はやりそうだね、これ。やりそう。やりそう。いや、なんかここの手の上に乗せてパンってこう食べるのとか、ちょっとあるけど。そう、それ。まあ、うまくいった。やっと食べれた。思い出話は以上になりますか、しとみさん。はい、じゃあ続いて、しょうこちゃん、他に何か80年代、90年代の食文化の思い出ありますか？私が名古屋にいた頃に、その名古屋ならではの食べ物、はい、名古屋飯の中で気に入ったものが、台湾ラーメンとか、台湾混ぜそばとか、なんかその謎に台湾ってつくけど、多分台湾のものじゃない。じゃないんだよね。多分違う。夜中飲み会とかで終わって2次会とか終わって最後の締めで食べると、もう眠気が一気に吹き飛ぶぐらい頭がビリビリってくるぐらい辛い。しょこちゃん的にはまあ美味しくいただいたのそれは。私は好きなんでなるほど。はい、何回も食べに行ってるやつですね、これは。ユウさんとか知ってます？台湾ラーメンの存在を。日本に来てからですね。やっぱり。ただね、台湾の食べ物の中ではやっぱり大陸由来のものも多くて、実際台湾旅行行った時に唐辛子の使い方とかね、台湾っぽくないっていうか、馴染み深い味付けでね、だからね、唐辛子いっぱいかかってる台湾ラーメンを初めて日本で食べたときね、なんで台湾ラーメンなのにこの辛さなんだろうとか、いろいろちょっとね、疑問に思ったことは確かにありましたね。
こういうラーメンが台湾にあっても全然、まあおかしくはないかなっていう。そんな感じ。そういう現地の人が見たらどう思うんだろうっていう料理が僕の中でもあって、それがセブンイレブンで出してたブリトーっていう食べ物が80年代後半ぐらいかな、チーズたっぷりの食べ物が出てきて、わかります。まあそれめっちゃくちゃ美味しくて感動してたんだけど、いや、意外と今更になって、あれってメキシカンなんだって。タコスみたいな皮に包まれてるやつですよね。そう。トミンさんとか知ってるかな？知ってる？ブリトーっていう。はい。これすごい多分シロ兄さん大好きなやつだと思うよ。うん。チーズたっぷりの。いや、今更ながらに、あれこれメキシコ料理かと思った時に、これはメキシコ人からしたら、いや、その日本人の皆さんなんかブリトーに関して勘違いしてませんかっていうようなね、向こうのなんか実際なんていうの、ラップっていう、これが多分メキシコ人にとってのブリトーなんじゃないかなと思ってるんだけれど。全然、みちみち感が違いますね。そう。いや、だから今ね、メキシコ人がいないからあれなんだけど、日本のブリトーを見た時にペラペラだったけど。そう、ペラペラだよなと思って。はい、実は北京にもこれそっくりな食べ物あるんですよ。そうです。ある。いろんなバージョンがあって、多分代表的な一つは、春に餅って書いて、本当に早春の食べ物。立春ってあるじゃないですか。立春ね、ある。立春の日にこの春餅を食べるんですね。それ中に挟む具材っていうのは、本当にね、家庭によってバージョンが全然もうバラエティ豊富で、今ってこう外せないのはね、ニラともやしの炒め物、これがさっぱりしてて美味しいんですよ。で、その他に例えば卵の入り卵だとか、豚肉の塊をですね、ちょっとね、チャーシューっぽく作って、まあ日本でいうチャーシューをスライスしたものだとかね。もう本当にね、具材もこれでもかってぐらい、めちゃくちゃこう。いいね、これ。楽しそう。そう、めちゃくちゃ楽しいですよ。ですよね、これ。これはいいね。こんな感じ。この日のもうメインディッシュはもうこの春餅で、中に何を入れるかは個人でそれぞれ、これいいね。ちょっと似てるエチオピア。アフリカパン。はい。似てる。本当だ、なんかいろいろあるんだな。みんな。面白いね。皮が黒いですね。そば粉とかですかね。そば粉じゃないや。トウモロコシとか。そうなんですね。面白い。みんな面白いね。なるほど。各国食べ方としてこういう巻いてね、ちょっとという文化があるんだな。日本だと手巻き寿司とかになるのかな。そうだね。まあ。春餅は美味しそうだな。ね、もっと日本で流行ってもおかしくなさそうな。これ本当に美味しいんですよ。めちゃくちゃもう大好きで。シロニさんどうでした？セブンイレブンの。ブリトー。ブリトー。あんまり？嘘！シロニさんブリトーおっしゃったのワシントン行ってちょっと変わったんじゃないの？すっごいちっちゃいしペラペラだから。絶対残念に思うと思う。でっかー。10個ぐらいないと。まあ今日はこんなところからまたちょっとね、しのりさんも考えて、まだまだなんかいっぱいありそうな気がするしね。あとね、まあ今日ちらっと出たけど、西と東でこう違うみたいなね。そういうなんか、地域の争いいいですね、地域に食文化で争ってる話とかね、ちなみに私はこっち派ですっていうのがあると、ちょっと面白いかもしれないですね。はい。ということで今日はこの辺で、皆さんさよなら。バイバイ。またね。バイバイ。バイバイ。